東京都目黒区自由が丘に来ております。南口のところですね。ここの通りですね、マリクレール通り。あ、おしゃれだな、ここ。はい、すごい美味しそうですね。キャラメル味っていうかちょっと気になりますね。動物館のお店いいね。寄り道横丁ってちょっと気になりまして、これちょっと入ってみようかな。夢のパラダイス。もうめっちゃレトロ感あるじゃないですか。はい、どうも皆様こんにちは。座れる休憩場所検索と Find My Town というサイトを運営しておりますペンタと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、東京都目黒区自由が丘に来ております。こちら自由が丘なんですけども、以前はですね、江原郡日衾と言われるところで、こう大根畑がですね、あった土地でございます。ここですね、東急東横線と東急大井町線が交差する駅でございますが、東急東横線の九品仏駅ができて、その後にですね、大井町線の九品仏駅が開業。九品仏というですね名前が重複してしまうことからですね、こちらの東急東横線の九品仏駅をですね改名する動きがありました。その際にですね、こちら日衾という由来からですね、衾駅というですね名前がつくところであったんですけども、自由が丘学園というですね学校があることからですね、衾駅から自由が丘駅というですね名称がつきました。そんなですねちょっとした自由が丘の歴史でございましたけども、自由が丘ですね、朝の8時通勤時間帯です、およそ渋谷までが14分ぐらいで、新宿が、28分ぐらいで、大井町が33分ぐらいですかね、といったところでございます。平日の昼間とかですね、休日であれば渋谷まで10分ちょいぐらいでね行けるような、そんなロケーションでございます。はい、ということで、都内でも屈指の、おしゃれタウンということですね、この自由が丘ですね、今日は街歩きしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではお散歩スタートします。今はですね、北口の、ロータリーに、おります。はい、自由が丘、ちょっと今日はですね南口からですね、歩いてみたいと思いますので、ロータリーのところから、曲がっていきましょう。はい、ちなみにこのロータリーのところにはですね、このベンチが、ございましてですね、こちらのですね駅前のベンチと、あと奥側にもですね、SMBC ビルの前のベンチがありまして、ここですね待ち合わせ場所としても便利です。私の座れる休憩場所検索というサイトでそういった情報をですねまとめておりますので、ぜひ、ご参照いただければと思います。はい、概要欄にね URL がございますので、はい、お願いします。こちら東急線のちょっと踏切の方出てきました。ここからですね、マリクレール通りの方ですね行ってみたいと思います。はい、そしてこちらにですね亀屋万年堂の駅前店がございます。亀屋万年堂はですね自由が丘創業で結構歴史のあるですねお菓子屋さんでございます。当初ですねナボナというお菓子がですね入りまして、これは王貞治の CM で、お菓子のホームラン王だなんて、言われたりしたんですけど、そんなですね、昭和のですねちょっと、有名なお菓子屋さんでございます。はい、こちら東急大井町線のですね、こちら軌道となります。はい、東急大井町線のこちらの軌道のところなんですけれども、トレインチというですね、商業施設があります。トレインチはですね、もともと東急大井町線のですね車両基地だったところをですね、改良してねできたね、ところでございます。はい、ちょっと変わったね名前なんですけども、これねトレインのお家で略してトレインチという名前がついているそうなんですけども、ここですねちょっとしたショッピングモールになっております。今ですね、リニューアルオープン中ということで、ちょっと残念ながらこういった仮養生してあるんですけども、2020年11月ということで、あともう少しっていうかもうすぐですね、もうちょっとしてから来ればよかったですね失礼しました。はい、ということでね、こういったですねスポットがございます。ですので、もともとここは東急大井町線の車両基地といったところで、ここら辺はですねもともと使われていた枕木とか、あとレールですね、それを使用した
ベンチとかオブジェがですねここら辺にあったんですけども、ちょっとなくなっておりますね。すいません、なんかねそんなのがあったんですけども、ちょっとね変わってきてる、リニューアルオープンに伴いましてね変わってるのかなと思いますね。はい、朝の屋、パン屋さんがね、ございますね。はい、ここは2階建てのですね、お店になってまして、上の方に雑貨屋さんとかねちょっとあったんですけどもね、2階のデッキのところにあったね雑貨屋さんが結構好きだったんですけど、ちょっとまた11月ぐらいにねリベンジということで訪れてみようとは思ってます。はい、はい、それではですね九品仏川緑道ですね行ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちら九品仏川緑道、ちょっと難読漢字でもありますね。数字の9に品川の品に仏と書いて九品仏と、呼びますね。はい、こちらですね今緑道になってるんですけども、今ね暗渠になっております。こちらですね下のところにですね川が流れておりまして、飲み川水系となります。飲み川というとですね蒲田ですね、蒲田と京急蒲田ら辺でよく見かける、ね、川なんですけども、そこのね、飲み川、ですので、この目黒区から世田谷を抜けて、羽田方面にね、行く飲み川に、九品仏川緑道が、合流するといった形で、今緑道として整備されているといった状況でございます。はい、こういったね、素敵なちょっとお花屋さんとかね見えてまいりましたね。今はもう、10月でハロウィンの季節、ですね。はい、ですのでねちょっとハロウィンのね装飾とか、見られます。こういったプリンとかもねかぼちゃのプリンとかあったりするのかな、どうなんだろう。こちらはでもアールグレイとかプレーンとかね、いろいろ、あるかぼちゃのプリンありましたね。はい、そういった形で、ございますね。はい、ここのやっぱストリートっていうのは、このベンチが、ね、整備されているのは私素敵だなと思います。座れる休憩場所検索っていうサイトやってるぐらいなんで、特にそう強くね印象を受けるのかもしれないんですけども、ここの緑道はですねこのベンチを置く前は結構放置自転車でね、があったんですけども、こういった形でですね暗渠に沿ってですねベンチを置くことによって、放置自転車もね減らすことができたということで、この辺りのね憩いの場としてね親しまれるように、街並みが変わりました。はい、こっちはですねメルサというですね3階建てぐらいだったかな、ちょっとねビルがございまして、こっちの奥もねちょっと通りがあるんですけども、ちょっとそこ後でね、行きたいと思います。はい、こっちの方には無印良品もね、ございますね。今はですね休日の10時ぐらいなんですけども、結構ね、やっぱ人気な街ということでね人通りもね多く、いらっしゃいます。こちらの九品仏川緑道はもともとはあんまり治安が良くなかった、とこなんですけども、町おこしということで、こういったちょっとねおしゃれな雰囲気にね、してるっていうのがですね、そんな、町の努力が反映されたような、ロケーションですね。はい、っていう感じでございます。で結構ですねこちらパンケーキ屋さんが結構なんか並んでましてですね、結構なんか混んでますね。はい、あとですね自家焙煎の、茶の子っていう、ちょっとね、コーヒー屋さんがございました。はい、1980年から営業されている茶の子というですねコーヒー屋さんでございますでしょうか。こちらランチタイムではビーフカレーとかタコライスとかクラムチャウダーが楽しめる、ね、お店となっておりますね。ストリートマリクレール通りの一部ではあるんですけども、ちょっとこの辺はね楽しめるかなと、思いますね。はい、ですのでこの近くで買ったスイーツ、さっきのプリンとかもそうなんですけど、そういうのを買ってこのベンチでね食べるのもねいいかななんて思いますし、
パソコンを広げてテレワークされている方とか読書されている方とかね、いらっしゃいますね。はい、そしてこちらですね、花キャベツとですね、呼ばれる老舗パンケーキ屋さん、こちらのパンケーキ専門店、ですね。ここはやっぱり一回訪れたいなとはずっと、常々思っているんですけど、なかなか男子一人ってハードル高いなと思いましてね、誰かと行きたいなと思うんですけど、長年の経験と研究開発の結果ね、独特のパンケーキを作り上げましたということで、このハムエッグとかね、あるんですよ。甘いのだけじゃなくてこう50種類ぐらいあるということで、私もね行きたいなと思ってるんですけど、ぜひねコメント欄とかで行ったことあるよって方はね教えていただければ、ね、嬉しいです。この通りですね、まっすぐ行きますとですね、自由が丘スイーツフォレストっていうのがですね、ございます。いつスイーツがすごい流行った時ありましたね。スイーツパラダイスとかああいうのが全盛期の時ってもう何年ぐらい前でしょうかね。どうだったかな、10年ぐらいですかですかね。はい、ということで私もスイーツフォレストは行ったことがありまして、中に小さなスイーツ屋さんがいくつか集まって、でなんかイートインスペースみたいなところでこうちょっとずつねスイーツ食べれるっていうところで面白かったんですけども、どうなってるかなっていうところですよね。はい、でスイーツフォレストっていう形で、自由が丘スイーツの街なんて言われたりするんですけども、スイーツの街の由来としてはですね、先ほどちょっと駅前に店舗があったんですけど、亀屋万年堂とか、あとモンブランですかね、それがスイーツの街としてのね下地が、その老舗の2店舗から始まったのかなというところでございますよね。ちなみにここからですね世田谷区、となっておりまして、目黒区と境がありますので、自由が丘っていう地名がつくのはここら辺までかななんて感じですよね。であとここスターバックスの、オープンエアなカフェになってまして、テラスでね、楽しむことができるようなスターバックス、ちょっとおしゃれめな感じの外観ですよね。はい、ここは食品館青葉があります。スーパーマーケットですね、ございますので、自由が丘住んだ時はこの青葉かティーコックでお買い物って感じですかね。はい、見えてまいりました。こちらスイーツフォレストですね。お願いします。はい、こちらスイーツフォレスト、一時期ですねなんか改装してたのかな、ちょっとね久しぶりに参った次第でございますけども、こちらですねこういった感じでね、いろんなねスイーツが楽しめます。この韓国系のなんかスイーツがあるのかな、あとはこの辺もなんか可愛いですよね。マカロンみたいなやつとかあります。こういったですねラインナップ、ホットクとか、ミントスイーツ専門店とかいろいろあって、これ楽しいですね。ちゃんと有料の個室シートもあるから、ここでなんか、みんなで写真撮って、ね、インスタ映えなんてそんなのもねできるかもしれないですね。はい、スイーツフォレスト、ちょっとじゃあ外観だけ見ますかねちょっと近くまで来たんで、はいはい、こんな感じのですね、ピンク色の可愛らしいね、外観がね、ございます。今ハロウィンシーズンですので、こういったね、ちょっと韓国かけるハロウィンみたいなそういったね取り組みをね行ってるみたいで、ちょっとこういう、可愛らしいねスイーツのテーマパーク的なスポットで、はい、もうだから10年ぐらいやってるんでしょうね、多分ね。いろいろこの外観はね、変わってはいるんですけど、中身のお店も変わってますよね。はい、テラススペースということでございます。はい、ちょっとですね、九本仏緑道から栗の木通りというところね、入ってみましょうかね。そうですね、アパレル、衣料品店とかですね、あります。ファッション系が多いですね。はい、
でここの通りをですね抜けますと、このね駅前のところに出てきました。はい、自由が丘駅南口のところですね。ここの通りですね、マリクレール通りと名前が付けられております。このマリクレール通りはですね、フランスのファッション雑誌、マリクレールジャポンが創刊されて、名前が付いたところでございまして、マスメディアの力でこの街並みをね、変貌させた、なんていうんでしょうかね、そのなんかフランスのねヨーロッパのちょっと、ストリートをイメージしたような、そういった街の外観をねマスメディアの力で作り出したといったそんなね、ところでございます。はい、こちらはですね紅茶屋さんのねもうすごい高級感ある、中はちゃんとねカフェになってまして、実際にね、紅茶が楽しめるようなところで、ございます。あとクッキー屋さんあります。結構大きめのクッキーということで、ちょっとねマリクレール通りをぶらりしてみましょうかね。はい、ここはメルサ1っていうか、さっき2があったんですけど、こちらはメルサの1つ目のところでございますね。こちらのなんか、ドトールちょっとなんか、外観がね、普通のドトールと違いますね、やっぱね。でここ右手行くとね栗の木通り、さっき歩いたと思うんですけど行きます。であとここにですねなんかモーツァルトっていうところで、絞りたてモンブランとか美味しそうですね。はい、モンブランはですね後でちょっと紹介するんですけど、碑文屋にあったモンブランのお店が自由が丘に来まして、日本で最初のモンブラン自由が丘のところでね流行ったわけでございます。はい、こちらはですねフレル自由が丘、ということでね、ここはカルディ野島東急ストア、ダイソーがね入ってるビルですね。フレルウィズだっけな、確か。はい、こちらですね傘のねウォーターフロント、お店がございまして、店内は、美しいですね。これなんかいいな素敵なお店でございます。なんかいい傘を欲しいですね。なんかもういつも安い傘ばっか使ってるんですけどね、なんか自分のお気に入りの傘みたいなのいつか持ちたいなと思います。はい、それでは踏切を渡りましてですね、こっちはですね美観街ってですね、ところ、この赤い街灯がねちょっと目印なんですけどもあります。ここの美観街はですね今までのちょっと車両つな自由が丘とちょっと雰囲気が異なりまして、このね昭和なね感じもね残されております。はい、なのでちょっとした飲み屋街とか、飲み屋街っていうかなんかあるのかな、そうですね、親父を受け入れてくれるようなエリアです。はい、美観街っていうことでね、ちょっとぶらついていますか。でもそのなんか昭和なの飲み屋街っていうほどでもないんですけど、ちょっとこの景観が少し昭和の香りが残るような感じですかね。でもスタバもあるしな。そうですね、こちらはですね今北口側にね、おりますね。はい、はい、こっちのなんかそうですね、こっちの美観街の方は、行きますとやっぱりちょっと、なんだろうな、スナックとか見えてくるのかな、ちょっとこの辺ブラブラしてみましょうかね。やっぱこんな感じで、焼き鳥屋さんとかこの辺は結構、牛タンのなんかお店とかいろいろありますね。でもちゃんとこのハロウィンの装飾がしてありますね。焼き牛とか焼き豚、焼き鳥、いいですね。そうか、やっぱこういうね、とこもありますと。はい、一応その親父を受け入れてくれるねエリアもあるということで、ぜひ
安心してください。はい、またこの後にねまたおしゃれなとこね巡ってきますけど、はい、やっぱこの赤色が特徴的なんですよね。パチンコ屋も真っ赤ですけどもね、看板もこの中華料理のお店も赤だったりとか、結構この辺のシンボルカラーは赤でちょっと統一されてます。っていうかこの歩道も赤ですよね。この歩道なんかはなんか規定されてるのかな、東京都の道路標準使用書みたいなよくわかんないけどね。はい、ちょっと美観街抜けてきました。これちょっとですね段差っていうかね、道路が坂になってますね。やっぱこの辺りは、九本仏川とかがあった影響でしょうかね。ちょっとこういう地形的にも少し凹凸になってるところもねございます。はい、こちらですね自由が丘光街、こっちがですね自由が丘デパートということでねまた歩いていきたいと思います。はい、自由が丘デパート、ちょっとなんかレトロな感じがしますよね。こんな形のですね、お店がねずっと続いてまして、3階建て、地下1階から3階建てまであった気がしますね。はい、ということで、こちらのデパートはですねもともと戦後闇市、トタン屋根がね続いていた自由が丘マーケットっていうのがですね、そこがですねこのショッピングモールの発祥なんですけども、そのトタン屋根の自由が丘、のところからですね、昭和、平成、令和と続くですねこういった自由が丘デパートというのがですねできました。ここですねアンティークグッズとかですね、あと多国籍料理がね、あったりとかして、結構ですね地元の方が多く使われているかなといった印象でございますね。はい、でまたですね商業施設の名前にデパートとつけたのがですねここが最初なんですよね。自由が丘デパートということで、はい、ということでねこういった個人店がたくさん連なっているですので、自由が丘ねいろいろおしゃれなお店行ってちょっとテイスト違うのがみたいなっつったら、ここの自由が丘デパート行ってみるとねいいかもしれません。はい、そしてこの自由が丘デパートの前にですねこのモンブラン、ございます。こちらですね碑文屋、現在でいう学芸大学駅の近くですねにあったモンブランが、こちらの自由が丘の地にですね移転しまして、ここでですね、後ほど紹介しますけどもね亀屋万年堂とともに、自由が丘のスイーツとしてですね親しまれてきた老舗でございます。こちらは国内初のモンブランをですね、作られたということで、ここでねモンブランが、広まってきたということでございますね。はい、今いろいろねハロウィンとの、コラボレーションね、たくさん、ございますね。はい、モンブラン食べたいな。やっぱこの秋の味覚としてね、ちょっと、食べたいですね。芋栗南京の季節でございますからね。はい、ここから先は光街ということでねまたお店がね連なっております。あん食パンのお店とかなんかこれ可愛いですね。渦巻き柄のね、パン屋さん可愛いパン屋さんがね、ございます。ブティックとかのね、帽子傘のお店とか、こういった感じでね、お店がねあります。ですね、この前自由が丘を訪れた時ここでフレンチフライ買いましたね。ポテト専門店ですなのでマックとかねポテト好きの方はねぜひこれで美味しいポテトを食べれます、このレギュラーサイズでも結構ね量ありましたんで、はい。あと船和カフェもあるんですね。浅草にもね芋ようかんパフェがありますけど、芋ようかん、そうか、芋栗南京だから芋も食べたいですねはいそんなね、感じで、はい、ございます。こちらが可愛いお店ですね。なんか可愛らしい雑貨屋さんも、ございました。はい、ということでここですね女神ストリートっていうんですけど、お買い物の散歩道光街ということでね、いろいろ、ございます。であとですね、こういったちょっとね路地に入るとまたね、
ね、お店がいろいろあるんで、ちょっとね後で見てみたいと思います。はい、ちょっとね路地入ってみましょうかね。ドンキ、お好み焼きのお店みたいです。変わった名前ですね。でここはねスパゲティの専門店。おお、いいですね。なんかね、ピッティ、スパゲティ、ナポリタンとか食べれるのかなね。はい、ここにも、ピーターラビットのカフェでしょうかね、がありますね。非常にねおしゃれな雰囲気をね、醸し出してます。ピーターラビットってこれラケルですね。はい、私ね初めて自由が丘来た時にねラケルで食べましたね。はい、でその後にラケルって結構割といろんなところにあるんだなって気づいたんですけど、はい、そんなちょっと思い出があります。はい、こんな感じでちょっと、路地に入ってみてもね面白いですね。はい、でそういえばですね、電柱に自由が丘ってあるんですけど、ひらがなのががですね今正式になってます。かつてね、自由が丘のがってけって書くやつ、カタカナのけみたいなが自由が丘だったんですけど、今ひらがなの自由が丘がこれ改名されたんですね。ちょっと何年だか忘れちゃいましたけど、はい、こう雑貨屋さんもね、いろいろあって、本当楽しいですよね。こうねレトロ文具フェアとかやってる、いいですね。いかがですか？この自由が丘サンドっていうこの可愛らしいね、お店が見えてまいりました。こちらのサンド、美味しそう。このフルーツサンドがね、たくさん、ございます。このイチジクとかイチゴバナナとかいいですね。この今の季節ですよね。パンプキン系とかこういうのいいですね。ぜひ、食べてみたよっていう方ねコメント欄で教えてください。はいね、バナナもたくさん置いてある。はい、それではですね、先ほどちょっと気になってましたですね、自由が丘サンド、ちょっとパンプキン味、パンプキンキャラメル味買ってみたんでね、ちょっとベンチでねテイクアウトしてみたいと思います。よいしょ。はい、すごい美味しそうですねキャラメル味っていうかちょっと気になりますね。芋栗南京の季節なのでちょっとパンプキン食べてみたいと思います。とってもスイート。口の中でこうパンプキンクリームかな、この甘さがこうふわっと広がる感じ。美味しい。なんかこのなんかすごい甘いっていうわけじゃなくて、なんかほんのりとふわっと甘いみたいな。これはサンドイッチとして合いますね。そう買った時にすごい甘いのかなと思ったんだけど、実際そうじゃなくて結構口当たりがいい感じです。よいしょ。はい、ちょっとこっちの方行くとね静かになりました。この自由が丘テラスってところ、ここも、お店がたくさん入ってるんですね。北欧雑貨、ね、ラトビアの雑貨の専門店とかね、フランスから買い付けたアクセサリーパーツとかいろいろありますね。ここはなんかねおしゃれだな。ここへえ、なんかパウンドケーキとかなんか食べれるのかな。おやつとコーヒーってねお店でございますね。こっちの方もね可愛らしいね、お店でございます。ここも私初めて来ました。すごいなんか可愛らしい。くまちゃんも可愛いでこっちの方もね動物パンのお店。動物パンのお店いいね。やばい、これ動物パンのお店いいだ。すごいいっぱいいる。カンガルーパンとかペンギンいないかな。ペンギン仲間。
ペンギン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 はいということで何やってんだろう。はい、あとラトビアのねお店とかねいいですね。あ、こちらもね可愛らしいアクセサリー屋さんありました。へえ。ダックというねボタン屋さんもねございます。はい、こちら亀屋万年堂のですね、自由が丘総本店となります。自由が丘ですね、亀屋発祥の地でございまして、老舗のですねお菓子屋さんでございます。ですねナボナというですねお菓子がですね、昭和の頃入りまして、王貞治さんがですねテレビ CM で、ホームランお菓子のホームランオーダーなんてそんな感じのフレーズで確か、流行ったと思います。はい、亀屋でございます。初穂餅、これは非常に美味しそうですね。こちらの総本店の方でぜひいろいろですねお買い求めしてみてはいかがでしょうか。素敵ですね。ポット屋さん、いいな。ちゃんとこういうポットに入れて紅茶を飲みたいですね。100個入りティーバッグでなんかお湯かけて私いつも飲んでますけど、ポットで飲みたいですね。はい。ここねフランス料理屋の、お店出てきました。はい、プティマルシェということですね。この元気コルクっていいですね。いろいろこうなんかねキャラクターみたいにあしらうとね。はい。自由が丘のね、フランスのね料理ということでこうちょっとランチとか楽しんでみたいな。ここはねテイクアウトもできるみたいです。お餅を使った贅沢ホットサンドのお店。ホットサンド美味しいですよね。このなんかあんバターサンドとかなんか良くないですかね。ケイジャンチキンとこれお腹空いたら食べたいし。はい、ということでですね、こちらのお餅カフェでですね、セット食べてきました。このケイジャンチキンの、スープセットでスープですねクラムチャウダーにしました。はい、ですねパンとスープと猫日和を思い出しましたね。すごいねほっこりとしました。でこのパンもですねお餅のなんか生地が入ってて普段食べるパンと全然違くてですね、このなんていうかな、ちょっともっちりしてるんだけどこうなんかチキンの具材と合うみたいな感じでとてもですね美味しくねいただくことができました。はい、ということでまたここからね街歩きしてみたいと思いますので、ぜひ気になる方は寄ってみてはいかがでしょうか。コンベントガーデンバザーだったのかな。アートレットなんかアンティークなのかな。でもいいな。こちらはですねなんかデビルパイとかすごいですねこれね。ちょっと影になっちゃったかな。すごいですねこのね熊本産のね、蒸し栗を使ったクリーム。メレンゲもねこのいいね、この黒いメレンゲっていうのはいいですね。なんかデビル感。はい。でこっちの右手側は、熊野神社っていうことで自由が丘のね、人が結構多いですから疲れた時はここでねほっと、参拝してみてはいかがでしょうかね。こちらのですね、栗山さんの像があるんですけども、自由が丘のですね誕生のね尽力したっていうことですね。貢献した方のね像がね、ございます。はい。
当初戦時中ですかね、自由が丘ってちょっと地名的にもねあんまりなんか自由っていうなんだろうね、そういったのはあんまり戦時中は好まれなかったので、町のね名前を改名しようっていうね動きがあったみたいなんですけど、それをね阻止してこの自由が丘という名前を守ったということですね。名前を守らなかったら多分今頃目黒区氷室町になってたかもしれませんね。ちょっと冒頭でね駅前で紹介したんですけどね、もともとは氷室町というね地名でございましたから。はい。はい、ここも、ブルーですかね、雑貨屋さんがねございますね。あとはアップルハウスとジェラート屋さんがございました。美味しそう。スモールトリプルとかいいですね。でも和な感じなのかな。ジェラートもあるけど和みな感じ。なんかジェラートすごい美味しそうこれ。テイクアウトして食べたいね。イチジクとワインとかほうじ茶もありますよ。ね、クリームもあるし。街づくりから生まれたコーヒー屋って素敵だな。コーヒーを飲みながらね自由が丘お散歩していける。そこにですねコーヒーマップがあるんです。はい、こちらにちょっとねおしゃれなね、このサンセットって書いてあるねこのね、ちょっとねベンチがね、ございました。はい、こういった自由が丘の街並みの中にねこうベンチがあると素敵ですね。コーヒーテイクアウトしてここでこうゆっくりね、飲むコーヒーを楽しむとかそういったねこともできちゃうのがいいですね。こちらですねカトレア通りって言います、ラビータの方にね行ってみたいと思います。はい、こういったちょっとファッション系のね、お店も、あったりとか、ちょっとこう路地入っていくとねいろいろね、あります。はい、やっぱりですね自由が丘はですね車が入れないような細い路地にたくさんお店があるっていうのはね一つね街歩きで楽しいところだなと、思いまして、そこはですね結構他のね、でしかもその細い路地のところにおしゃれなお店とかおしゃれなカフェがあったりとかするのでね、この歩くたびに何かしら発見があるっていうのはね私自由が丘でね歩いてて思うところでございます。はい、さてこっちはイルビゾンテの、お店ありますね。はい、少しこう落ち着いた雰囲気になってきました。こっちの方行くとですね結構高級住宅街っていうか、雰囲気になってきます。この辺からまたちょっとヨーロッパな、ね、感じが現れてくると思うんですけど、ここにね、自由が丘といえばと言われるようなねちょっとスポットがございます。はい、あとこっちですねギャラリーとね茶房がね、ございます。ちょっとそここういったところね、ございますね。はい、はい、こちらですね、ラビータとなります。ここはですねイタリアのですねベネチアをイメージしたね、ところでございまして、自由が丘というと結構ここね有名なところで、ございます。こちらのねゴンドラが美しいですね、景観ですね。はい、ですねこの辺りはですねやっぱり水上都市のねベネチアをね彷彿とさせるようなところでございますね。私も、ベネチアはね行ったことあるんですけど、その時ちょっと金欠でゴンドラに乗れなかったっていう、苦い思い出があるんですけど、次ベネチア行くのいつかな、もう
定年退職した後かな、ベネチア行くのちょっとねベネチア行く機会が今なかなかねなさそうなんですけど、こういったねゴンドラねがあると。であとですね、ここのもうすぐ近くに、自由が丘学園、男子校なんですけどね、があると。はい、あとはここには塾とかあったかな、確か。そんな感じですかね。あそこに犬小屋っていうかなんかね小鳥なんだろう、水鳥の家かな、よくわかんないですけどあります。はい、はい、ラビータのところちょっと四方を見渡してみますね。ちょっと車来ちゃうと危ないんで早めにしますけど、丘ですね。でここもまっすぐ行くと段々となってますね。そしてこっち側、ここもそうですね、下り坂になってますね。ここですね、本当に自由が丘のね坂上っていうかそんな地点でございます。はい、それではですね、お天気結構良くなってまいりました。今10月の下旬でございますけど、もう日差しで結構暑いですね。今ちょっと薄いね上着をねこう羽織ってるんですけど、ちょっと暑いなと思う次第でございます。さてそんなところでございますけど、カトレア通りを、駅の方にちょっとね歩いてみましょうか。はい、ここですね、ラズというですね自由が丘、ここもねちょっとしたショッピングモールとこのね、おしゃれなんですね、この緑色のベンチがございます。はい、でですね、すみません、ここにベンチあったんですけどなくなっちゃったんですね。残念、ちょっとなくなっちゃった。はい、ということでここのですねちなみに緑のベンチ、これは中野のセントラルパークでもね四季の森公園でも見られる、ベンチでございます。ちょっとどうでもいいっちゃどうでもいいかもしれない方も多いかもしれないですけどね。はい、ということでここもですねお店がねちょっと入ってたりします。このねベンチもねおしゃれなんですよね。この、真ん中にねこのプランターが置いてあるタイプのおしゃれベンチね。はい、ここにですねなんとかプレッソもね、ございます。ここでなんか美味しそうなパンが並んでます。テイクアウトしてぜひ食べたいところでございますね。はい、ラズからちょっと抜けましてですね、こっちのゴディバとかケユーカがあるところに、参りました。この谷中コーヒーもございます。コーヒーフロートいいですね。この4つのメニューの中からコーヒーフロートとミルクコーヒーが入ってる、なんかいいなと思いました。はい、グラム数を決めてね、注文できる。すごいいい香りがします。コーヒーの香りにつられて私もやってまいりましたね。はい、そんな感じですね。そしてこっちの方もですね、ここですね、面白いです。Today's Special で、ここなんか階段になってまして、これ上に上がっていくと観葉植物だったかな、なんかいろいろですね売ってましてですね、結構面白かったななんて記憶がございます。はい、あります。はい、でここですね、学園通りというですね名前がついております。こちらの自由が丘学園高等学校で合ってますかねというのがね、この先にいたところにございます。自由が丘のね駅名の由来となりました自由が丘学園で、自由が丘学園は、男子校なんですよね。ちょっと男子校のイメージはなかったんですけど、名前からしてねちょっと男子校となってまして、レスリングはねめっちゃ強いらしいですよ。レスリング強豪校みたいな感じです。はい、ここですね、ジャーナルのね、ファーニチャーショップになってまして、なんか結構広くてね、いろいろね見ていくと楽しいかなって思います。お店が集まってる。やっぱ自由が丘ってあれなんですよね、派手なショッピングモールっていうのはなくて、こういうなんだろうな、個人店が集まるちょこっとしたショッピングモールがあるっていうのがまたそれも一つ特徴的で、巡ってて
楽しいなと思います。ここはあれですかね、メンズのコット、メンズシャツ、ポロシャツ、ソックス、ボクサーパンツってるか。こういうのおしゃれに着こなせたらかっこいいなと思います。ここもファーニチャーのお店。ありますね。はい。傘とテキスタイルとか、素敵な空間。いいですね。思い出しました。ここですね、階段になってまして、上におしゃれなね、家具があります。子供用の確か机とかもあった気がしますね。思い出した。はい。ここもね、家具好きだったら来てみると面白いかもしれません。そういえばこの辺家具多いですね。はい、こちらのね、学園通りとのね、交差するところ、スターバックスがありました。スタバ何軒目かな、今日見たの、ね、っていうぐらいスタバがあるんですけど、こちらはですね、イデーのショップがありますね。はい。ここもね、ベンチになってますんで、お買い物の休憩とかもね、いいかなと思います。ここもなんかあれですね、プランターとか置いてあって、インテリアグッズね、テーブルウェアとか、素敵だな。観葉植物とかね、皆さんも置かれてますかね。何がいいのかな。多肉なんか置こうかなとはちょっと考えてるんですけど、なんかおすすめあったら教えてください。こちらは、ムーンスター自由が丘という靴屋さんですね。日常に溶け込む鈴懸通りね、ちょっとまた歩いていきたいと思います。ちょうどこのスターバックスが見えているところですね。はい。このね、タイムレスコンフォート、ございます。ちょっとね、さっきのね、カトレア通りからもそうなんですけど、この辺りやっぱり家具とかカトラリーとかね、そういったね、ジャンルのお店が多いかななんて思います。はい。2階も家具インテリアフロア、そうなんかね、素敵なソファーがねあった記憶がございます。はい。こんな感じのね、おしゃれな家具屋さん。ここはですね、ペットパラダイス、ワンちゃんとかのお洋服売ってるとこですかね。かわいい、たくさん売ってますね、種類がね。そしてあとはここさっきラズのとこですよね。あとここはなんかアロマキャンドルとかディフューザーとか香り系ですかね。エッセンシャルオイルとかね扱うお店。なんかここで私柑橘系のねスプレーを買った記憶があります。ここもなんかモノクロの空間で、ザ・ラボっていうね、名古屋ですごい人気みたいですね。ガトーショコラのねお店。ですか。すいません。はい、ザ・ラボというね、お店ちょっとね失礼します。はい。こういった感じでね、カカオがねございます。あとはこの、ね、ガトーショコラ。非常にこの美味しそう。はい。そうなんですね。美味しそうですね。最高のガトーショコラです。はい。最高のガトーショコラ。素敵です。こちらのなんか色が違うんです。スイートポテトとイタリアンプリンになってるんですけど、はい、今ですね、僕ら職人の手で2人でやってるので、はい、この製造が間に合ってなくて、実はこのガトーショコラ今2年待ちなんですよ。そんなのですか。これを早めにお客様に届けるために、他の商品はちょっと今販売してなくて、今はこちらに注力して早めにお渡しできるように今やってるってことです。そうなんですね。ありがとうございます。はい。でカフェになってるんですね。わかりました。はい。すみません、失礼します。はい、ありがとうございました。はい、もう結構ね駅近いとこなんで、人通りもね多くなってまいりました。
アパレルのねお店とか、ポパイカメラというですね、カメラ屋さん、フィルム、雑貨屋もあるんですね。カメラライフを充実させる、バッグやストラップね、写真映えするね雑貨扱っております。アザードリンクっていうのもね、東京コーヒーロールとかなんかいいですね。ホットサンドさっきは見ましたけど、ホットサンド食べたくなってきちゃったね。あと東京コーヒーロール、いろいろねちょっと目に待ってね面白そうだなと思います。はい、賃貸情報を見てみますか。自由が丘どんな感じかなってところなんですけど、徒歩12分14万円、8分7万5千円、13分15万円。一人暮らしだとでもまあいろいろあります。多分そのオートロックついて風呂トイレ別でってなると、やっぱりそれなりのやっぱ自由が丘価格になると、自由が丘プライスになるかなというところですね。はい、ということでちょっとね、戻ってきました。これ自由が丘駅のね北口側となりますね。はい、こちらの目の前にですね東急ビルあります。なんかちょっと看板とか外れてるけど別にやってるんだよな。東急ビルがございます。でこっちのですね通りなんですけど、ここはですね割とチェーン店がやっぱり、ある印象です。チェーン店とあとねゲーセンがあったな、どっかに。あとあれだ、あれですね小籠包の、なんだっけ、ディンダンなんだっけ読めなくなっちゃったよ。台北行って近くまで行ったのにディン大本だっけ、なんだっけすいません失念しました、読み方をがありました。ね、お芋とか基本はやっぱりチェーン店があります。この辺はマックとか、白樺通り、あとここ横行くとベンチがあります。ここですね。はい、ベンチありますんで、なんかテイクアウトしたもの食べたりとかね、こうずっとねそこのね、ゲーセンに至るまでねこうベンチがありますので、ちょっとね自由が丘ウォーキングで疲れた時とかね、お年寄りの方、利用いただければと、ね、思います。これなんだろう、このプレートみたいな、美味しそうね。このチョコレート屋さんですね。有名なお店ですよね。はい、はい、白樺通りをね歩いてみます。このちょっと狭い玄関のこれすごいね、1人分入れるかな。なんかネットカフェのシャワーブースみたいな感じかななんかそんな入り口のタイ料理屋さんがありまして、これ階段上がっていくのかな。ここも秀勝屋さんも渋くていい。さてもう少し迷子になってみましょうか。なんかふわふわなオムレツか。ここのとこにあるみたいですね。こちらカジュアルフレンチのお店。ここはなんか文政堂なんで本屋さんですかね。本屋さんございます。今もう本当ハロウィンの季節なんでね、ハロウィンの装飾で一式で、母さんの甘いものいいね。この自由が丘のねナッツ屋さん、ナッツいいですね。ナッツやっぱりね、おやつにねピザポテトじゃなくてナッツ食べなきゃなんですね。
はい承知しております。はい、これはなんかハンバーガー屋さんなんだ。へえ。でもなんかこうナッツ専門店っていいな。量り売りでね売ってるようなそんな感じなのかな。でもね試食とかもあるみたいですね。アンチョビガーリックとか絶対美味しいやつやんこれね。ここのねあとカレーうどん千吉は、これはよく私よくっていうか馬喰町で何回か食べた、あと横浜のポルタで食べた、チェーン店ですけど美味しいカレーうどんですね。はい。で確かですねやっぱタピオカブームの時に自由が丘来た時は結構タピ屋さん多かったんですけど、もう本当にこの1店舗ぐらいなのかな。今んとここうプラプラ歩いてみてタピオカ屋は1個しか見てないですよね。そうブームの時はねなんか自由が丘タピオカ屋ばっかりになっちゃったよってちょっとね、落胆っていうかなんだろうしてたんですけどね。やっぱりブーム過ぎるとちゃんとお店も変わるんだなってところですよね。あとカレー屋さんも見えてきましたね。薄花って読んであってるのかな。ジジセラーノの焼きカレー、ここのなんかコーヒーもね扱っているみたいで、コーヒーの豆が書いてある看板屋さんですけど、がありますね。広通りっていうんですねここね。はい。証券会社とか、駅近くで SMBC とかみずほとかね、大和証券とかあったんですけど、やっぱりこの辺のスマールというね富裕層向けのあれかなそれ向けにあるのかな。猫カフェもねございます。はい。いろいろお店はあったと思うんだけど、ちょっと全部は回りきれないな今日ね。全部は回りきれないんですけど、ちょっとこっちなんかねあれなんだ、自由が丘クラブ、すごい自由が丘クラブ夢のパラダイス、もうめっちゃレトロ感あるじゃないですか。これはなんだ、なんか急になんかレトロ感が出てきました。夢のパラダイス1。どうなってんだよ。なんか上はなんかスナックか。スナックバー。この辺りは来たことなかった。タイ料理。ちょっとお詳しい方いたらぜひコメント欄で教えてくださいね。あれか、パン屋さんですね。すごい人気がありますね。セディヌボンデュか。パン屋さんでございます。美味しそうなパンが並んでる。美味しそうなパンが並んでる。お腹すいたお腹すきました。玉子焼き、そうだここのねなんだっけ、言えなくなっちゃった。このパン屋さんがね、結構有名なんですよね。なんか Google マップ見たら結構ね、コメントいっぱい書いてあるし、それはいい考えだけどね。はい。すごい、本日は満席でございます。ご予約ってことで、とても人気があるのかな。ビストロフレンチであります。いやいやもう
うん、いいですね。こっから先は住宅街とアパートで、駅から徒歩何分歩いた ?5 分ぐらい、もう静かですね。あ、でもこういう住宅街ちょっと入ったところにもお店がたくさんある。発見が多いですね。ここはビーガンレストランなのかな。あと台湾とこれはでもあれかな、ガーデニング、が売ってて、フラワー&プラントカフェになってるのかな。温かいお団子とか、豆花ありますね。あ、本当だ、あそこの奥カフェになってる。あ、ここね、なんかすごい静かなね、環境でなんかいいですよ。なんかいろんなお店が集まってんのかな。ギャラリーとか、なんかこう住宅街の中のちょっと静かなところ、さっきのね、いろんなハイカラなストリート歩きましたけどねね、こういったところでちょっと落ち着くっていうのもね、いいなと思いました。ちなみにさっきの店は野菜料理世界一が自由が丘にあるんですって書いてあるよ。全世界のベジタリアン口コミサイトハッピーカウのベストビーガンレストランランキングで世界12万件のうちの1位だったって。へえ、そうなの。私ちょっとビーガンとかわかんないけど、でもちょっとそういうの気になる方はね、さっきのねお店ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい。こちらはなんか生地を扱うお店、カーテンとかも売ってるのかな、お店ですね。ビューティフルデイズ。こちらの外にあるちょっと変わったね、キャベツみたいなベンチ。このチェアはですね、あそこにあります。日本橋のね松坂屋の屋上だったかな。ちょっと写真載せますね。銀座のね松坂屋の屋上にね緑のタイプがありますはい、ちょっとお写真 OK ます。はい、とかなんとか言ってるうちに九品仏緑道のとこ来ましたかね。ここもねお店あって、ヘッドスパ、おしゃれだな。この辺もなんかのんびりお散歩楽しそうですね。ここはお洋服屋さん、小学校のこの椅子の上が入り口になってる。素敵ですね。こういう静かなところでイタリアン、いいなあとそこのねオーバーツありますね。これでなんか私買いましたね。腕につけるやつ。ずいぶん前ですねパワーストーンみたいなやつ。なんかね、そう、ここのパワーストーンいいよって言われて連れてってもらった。別にそんなね、今はもうつけてないですけど、学生時代ですね、確かね。そうですね、この九品仏川緑道ですね、猫じゃらし公園っていうのがあるんですけど、九品仏というですね名称で親しまれてます上心寺っていうねお寺さんの近く、それが水源になりましたね。ここはウグイス谷橋というね名前がついているみたいでございます。こっちの方にもなんかカフェとかあるんですね。
ここ結構広めで、あ、ベーグルが食べれるね、お店。ほうれん草とかね、チーズペッパーとか、ベーグルとセット、ベーグルとディップもあるね。ディップ、そうかそうか。でもなんかね、結構ね、店内広めでね、なんか良さそう。ね、紅茶とかね、ハーブティー飲みながら、なんかいいなと思いました。ここはやっぱり15赤保線機械基地となってまして、ここの中もう少し右手側に車両基地があったんですよね。はい、そこをですね、トレンチということでね、商業施設として開業した形になります。はい、ここもなんかレストランが見えてまいりましたよ。これは、ペルマっていうのかな、ペルメか、タコスプレートとかジャークチキンプレート、タルタルとか、美味しそうね。ライスプレートがねある店ですね。この辺のね、イタリアンのピッツァも美味しそう。カウンターで食べる感じ。奥にもテーブルあるのかな。ピザ食べたいね。このなんか箱おしゃれですね。そうですね、ベネチアで、そうですね、そのベネチアを旅してる時に知り合った同じぐらいの大学生かなの人とですね、ピザ食べようぜってなって、ベネチアのピザ屋さんでこういうなんかピザの箱を持って、テイクアウトしてね、でなんか2人で食べたなーなんてピザの箱見てそう思い出しました。元気にしてんのかな。確かね、年齢が一つ違うぐらいで大学3年生だったかな。私は、大学4年っていうかもう卒業の時にね、ちょっとバイト代貯めて行ったんですけど、バックパッカーみたいな感じで、とか言ってるうちに、これすごいフローズンチョコドリンクのモンブラン入り、美味しいでしょこれいや、このねソフトクリームもいいよね。本日の味ってあって、今日タンザニアとベトナムの組み合わせだって、はい、太閤楼、非常になんか行列を作っておりますね。中華料理のね、とても人気ですね。ちょっとここ食べたことないんですけど、ぜひ知っている方がおりましたらコメント欄でお願いします。はい、こちらにですね、フェテカフェというのがございます。ここは店内がすごい可愛らしくてですね、あとね、ほっこりするようなカフェですね。はい、内装がねとてもね可愛くて、であとご飯もですね、これはすごい体にいいねご飯でした。確か俺何食べたかな。そう一回ですね、フェテカフェのところでですね、ランチ食べに来たんですけど、このね果実酢ソーダも美味しかったし、あとご飯もね、何食べたかちょっと写真残ってたらね見せたいと思うんですけどね。はい、このおすすめのカフェが、ございます。いろいろ歩いたんですけど、マリクレール通りですね、また戻ってまいりました。ちょっとここですね、寄り道横丁ってちょっと気になりまして、これちょっと入ってみようかな。ここはすごいなんかスナックとか焼肉、なんか全然自由が丘感がないエリアですね。なんかね、あれ見て品川の港南口の方みたいな、こういうとこあるんですよ。なんかそれにそういう感じかな。焼肉っていうとね、スナック、ここまでだ。こんなとこあるんだ、自由が丘に。そうか、ちょっと面白かったな。はい、ということでですね、自由が丘駅周辺ぐるっと一周回ってみましたね。
いかがでしたでしょうかということでね、だいたい10時ぐらいに来たんですけど、そうですね、お店の中見てなくても3時間ぐらい歩いたんで、多分これね、お店いろいろ見てたらね、すごいボリュームだと思いますっていうぐらいですね、今日も多分全部回りきれてないので、ぜひですね、自由が丘駅、来てみてですね、ぜひお散歩をですねして、なんかここのいいお店あったよとかですね、ここペンタさん見逃してましたよみたいなコメントねもらえるとまた嬉しいなと思います。はい、そして私運営しておりますですね、国内最大級のベンチをまとめたサイト、座れる休憩場所検索とか、あと街の住みやすさをですね、動画を交えて解説しております Find My Town というサイトを運営しておりますので、ぜひですね、概要欄から遊びに来ていただければ嬉しいです。またですね、チャンネル登録、高評価、いいね、コメント等いただけますと、今後のですね、また街歩きのモチベーションアップにもつながりますので、ぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日も長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次の街でお会いしましょう。はい、それではさようなら。